こんにちは、グリプトです。ビットコインも上がってますけども、関連株も未だにお祭り騒ぎ、ファンダ出るごとに上がってます。で、株関連の話題多いですけども、仮想通貨方面でもファンダ出てますんで、また取り上げていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日もポジネガファンダチャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在10万8900ドルあたりを推移しています。発表された指標の方では、大きなインパクトあるものはなかったんですけど、また関税関連の要人発言がそれぞれ出てますね。あと日本は参院選中に円安が進んでいるというのも注目されてますね。ドル円は 146.7 円台続伸しまして、米株指数は現状維持なんですけども、これから取り上げるトレジャリー関連は上がってますね。あとゴールドは調整と、リスクオン傾向となっています。あとビットコイン関連の話題では、ジャック同士がインターネット不要の分散型メッセージングプロトコルビットチャットのホワイトペーパーを公開しています。Bluetooth ローエナジーを使用してインターネットを使わずにメッセージをやり取りできると。メタデータの収集を排除してメッセージは配信後にデフォルトで削除、検閲体制のあるピアツーピア通信が実現するということで注目されています。匿名性を重視するような印象ありますけど、こちらも今後話題になるのか注目です。あと個別株の方では量が多いんで、できる限り簡潔にいきたいんですけど、まずロビンフッドが株式トークン化に関して欧州規制当局と協議しているという情報が出てますね。最初は欧州方面で株式トークンを提供すると発表して、でその後サマー・アルトマンが許可してないと言い出して、でそれに対してロビンフッドがですね、現物ではなくてデリバティブでやっていくと、反論してましたけども、現在リトアニアの中央銀行から質問を受けているような状況のようですね。先行きがぶれ始めている印象もあってかですね、株価もマイナス 2.34% と反応しています。あとは医療系のバイオスイグが RWA と金担保の財務戦略のために11億ドル調達、株式売却で10億ドル、転換社債で1億ドル調達とされています。株価は希薄化と事業転換の影響もあってかですね、マイナス 27.36% と反応してますね。あとはサークルに対してみずほ証券が目標株価を85ドルに設定しています。理由としては USDC の成長の過大評価、利下げリスク、競争激化などが理由として挙げられています。サークルは200ドル回帰してまして、維持してますけども、再度上へ迎えるのか注目ですね。あとはビットコイン関連の企業ですね。セムラサイエンティフィックに対してベンチマークが目標株価101ドルに設定しています。ビットコインの保有量が 4636BTC に対して過小評価されているとしています。株価はプラス 7.0% と、他と比べても強くなっています。あとはワイヤレスチップ設計企業セカンズが 3.84 億ドル調達、大半をビットコインの購入に充てると発表しています。株価も一時プラス 100% 近く高騰してますね。あとはクラデジタル X もそれぞれ融資枠確保、資金調達を発表しています。どちらもビットコイン購入に充てられるとされています。中でもデジタル X はですね、プラス 34.15% と高騰してますね。あと日本株の方ではメタプラネットのビットコイン銀行構想が話題になっています。CEO のゲロビッチ氏はですね、ビットコインが証券や国債のように銀行に預けられ、資産を売却することなく非常に魅力的な資金調達手段となることを想定しており、そうなれば同社は第2フェーズに入ることができると語っています。こちらもストラテジーのビットコイン銀行構想を追うような展開になっているのかなと思いますけど、株価は1500円の攻防が長くなりましたけど、本日がターニングポイントになりそうですね。あとはリミックスポイントが CEO の給与をビットコインで全額支払うことを発表しています。理由としてはですね、株主総会で株主と同じ目線で経営に当たるべきという意見を組んでの取り組みとしてますけども、これがね結構賛否が分かれそうなものですよね。こちらも本日どのように動くのか注目です。あとはイーサのトレジャリーですね。シャープリンクゲーミングが7689イーサ買い増し、総保有量は20万5634イーサとなっています。あとは、ナスダックタワーに掲載されてたり、ナスダックのクロージングベルを鳴らしたのも一部で注目されてました。株価もプラス 28.5% と強くなってます。あとは BTCS も
イーサ購入のために1億ドルの調達計画を発表しています。転換社債、株式売却などで調達予定とされています。株価はこちらもプラス 111% と強くなってますね。あとはソラナのトレジャリー UPEXI がソルの保有量が73万5692ソルと増加したことを報告しています。5月末からプラス 8.2% となっています。株価もですね、プラス 26.69% と強くなってますね。あと他では香港の暗号資産関連株が高騰しているのも一部で注目されています。香港のステーブルコインライセンス制度が8月1日からスタートすることへの期待と見られてますね。あとその他、未上場企業関連ではですね、ビットコイン特化の VC、エゴデスキャピタルが1億ドル規模のファンドを設立、ビットコイン関連のスタートアップを支援するとされています。あとはデザインプラットフォーム Figma がビットコインに1億ドル投資する計画を発表しています。現物 ETF ですでに7000万ドル保有してまして、現物に3000万ドル追加投資するとされています。Figma は IPO を申請中というところも注目されてますね。あとは暗号資産管理企業のリザーブワンが M3 ブリッジとの SPAC 合併でナスダック上場計画10億ドル調達計画を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。あと ETF 関連ではトゥルースソーシャルがクリプトブルーチップ ETF の S1 を申請しています。内容としてはビットコインが 70%、イーサが 15%、ソラナが 8%、クロノスが 5%、XRP が 2% で構成された ETF とされてますね。こちらも承認されるのか注目です。昨日の ETF は現時点ではプラス850万ドル相当、香港はまだ更新なしとなっています。ビットコインの先物の方では OI が全体でプラス 0.04%、739億ドル相当、オーダーブックの状況としては上は10万9300、下は10万7800あたりが目立つ状況となっています。今後の指標としては明日午前3時に FOMC 議事録、7月10日に米新規失業権申請件数、7月11日にカナダの雇用統計などが控えています。ビットコインは10万9000ドルの攻防でですね、もうすぐ転換点、分岐になっています。ここを上抜けしてくるとなるとですね、また11万ドルの攻防が視野に入ってきますね。今週はね、本当に需要指標があんまりなくて、割と平穏、警戒要素少ないんですけども、来週はまた米小売控えてますんで、なんとかそれまでにですね、11万ドルの攻防に到達してほしい感はあります。指標としては、明日午前3時に FOMC 議事録ありますんで、それらの時間帯にもどのように動くのか注目ですね。そしてイーサーですね。イーサの価格は現在2610ドル、BTC だっては 0.0239。先物の方では OI は全体でプラス 6.65%、356億ドル相当。ETF は現時点ではプラス420万ドル相当、香港はまだ更新なしとなっています。イーサのトレジャリー株も盛り上がってますけども、イーサ本体のですね、BTC だっても上がってます。先物の OI も増加してますね。時間足、日足の抵抗だった 0.0235 のラインを一気に抜けてまして、次 0.026 あたりがシェアに入ってますね。昨日ビタリックのコピーレフトライセンス提案も取り上げましたけども、ここからさらに続進できるのか注目です。あとアルト関連では XRP の先物 OI が一時8億 XRP に到達、1月以来の高水準となっていることや、ボンクファンが市場シェアの 55.2% を獲得、パンプファンを上回ったことが注目されています。あとアルトのチャート的には XRP がですね、短期の抵抗を抜けている印象があります。鬼門となっているこの 2.33 の攻防が近くなってますけども、今回ブレイクできるのか注目です。あとはソラナはですね、レンジの一気になってますけども、転換点も近くなってます。上抜けできれば155ドルの攻防も視野に入ってきてますけども、こちらも浮上できるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。未だに株の勢いがすごいですけども、アルト方面もですね、ここから盛り上がるのか注目です。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。